で強く弾くともう全部乗せじゃないですか。全部乗せ。はい、どうも始まりました。本日また来ていただきました。スペシャルゲスト、松崎さんです。また寄せていただきました。いや、もうありがとうございます。とんでもない。音楽してますか？今日僕たちもうすでにテンションめちゃめちゃ高いんですけど、なんでかっていうと、今日やるのこちら、ダンビファイヤー。これ今ね、松崎さん2人で音を出してチェックしたんですよね。いや、すごい。ちょっとびっくりしちゃった。ですよね。これ何かと申しますと、アンプなんですね。一言でざっくり言うとアンプですよね。プリアンプ、パワーアンプ、あとはそのキャビネットのシミュレーター、もう全部この中に入っていて。いや、ちょっとね、言葉を失いました。僕はいろんなね、モデリングっていう言われるものを好んで使ったりとか、いろんな現場で使い分けてはいますけども、もちろん実機のチューブアンプに使って、自分の後ろにはチューブ管がある背中がちゃんとしっかりあるっていう部分で、守ってくれるみたいな。そうそうそう。それがね、これです。なんでそんなにテンション僕たち上がってるかっていうと、フルアナログなんですよ。デジタル回路でシミュレートしてないのに、キャビネットがね、選べたりというのを、じゃあ今からやっていきましょうか。はい。はい、つながりました。インプットはこうギターから入れてますけれども、出力がもうこのキャノンアウト。はい、DI アウトですね。ここからもうそのまんま今オーディオインターフェースに送ってるんですけれども、一旦もう弾いてみましょうか、正木さん。ですね。ダンブルっていうと、自分の中では昔のこうクロスオーバーのイメージがあるんで、今日はちょっとこういうセミアコっていうかね、ハンバッカーのやつを、素敵です。ちょっと持ってきましたけど、フロントピックアップで。いいね。いや、このなんだろうな、このフルアナログって嘘偽りない音っていうか、本当驚きました。うまく言語化できないけど、やっぱふくよかさが失われていないっていうか、でしかも雑味がたくさんあるんです。普通のアンプっていうのはやっぱ雑味の塊だと思うんです。で、その雑味っていうのがこう、こうやって空振りした時の音、それがちゃんとこう山になってできてくれるっていうか、それを持ってるのにびっくりしたんですよ。おー、素敵な表現。こうでしょ。でブーストすると、で強く弾くと、この潰れ具合っていうのが普通のペダルでダンブルをクローンとして出してるものっていうのが、微妙な潰れ具合っていうのがなかなか出てくれないんですよね。これこのままオーバードライブのチャンネル、ちょっとチャンネル切り替えてみますね。今クリーンだったんですけど、ポチ。ちょっとね、ドライブブーストを一回オフるんで。素敵。ちょっとごめんなさい。ちょっとなんか笑ってしまいました今。なんかびっくり。僕たちびっくりすぎて全然皆さんになんかただびっくりしてるだけになっちゃう。じゃあ説明をいたします。いろいろつまみあるなと思うかもしれないんですけども、理解するとめちゃめちゃシンプルでございまして、まずチャンネルがクリーンとオーバードライブが2つありますね。でクリーンはそのクリーンのボリューム、オーバードライブチャンネルの方はゲインと音量みたいな感じですね。そのつまみが2つあります。であと共通のパワーアンプセクションでマスターボリュームとプレゼンスですねがあります。イコライザーがベース、ミッド、トレブルそれぞれありまして、でここにねスイッチ、ここが結構いろいろ音作りのキャラクター変えれるんですけれども、ロックとジャズっていう、モードの変更ですね。そしてミッドブーストするしない、ブライトにするしないがあります。ここまでって結構普通ですよね。割とみんな感覚的に使える。そうですね。そしてここにですねキャビネットシミュレーターがありまして、何発のキャビネット、今 2×12 でやってるんですけども、1発4発っていうのが選べたり、あとはスピーカーの種類ですね。 G12M、G12H、あとエレボイですね、EV12L の3つから選べます。世の中にたくさんあるじゃないですか、今そのスピーカーシミュレーターとか、ある程度こうやって限定してるっていうのは、迷いがなくていいかな。それ確かに、3択はめちゃめちゃ楽ですね。方として、しかも
今こうやって見てて LR これ別々に違うのできるんだ。 LR 別々のねキャビネット選べるので、後でそのねこっちだけ使おうみたいなのを後から変更することもできます。でフットスイッチはですねオンオフとチャンネル切り替えですね。でこちらが今ブーストオンオフになってるんですけれども、スイッチを切り替えるとリバーブのオンオフにも切り替えができるようになってます。でリバーブはですねこちら、これがリバーブの音量、キャラクターもプレート、イセリア、これ結構幻想的なこの大きい響きですねと、あとルームの3つから選べます。なるほどね。このバイパスっていうやつはこのプリをバイパスしてる、全部バイパスします。なるほど、はい、リバーブからちょっと切り替えて、そうですね、今プレートです。これがプレートですね。はい、魅惑のイセリア。はい、おお、これなんか最近流行ってる空間系ペダルみたいな感じの、このダンブルとかの時代にはなかったリバーブですね。いいですね。じゃあルーム、ちょっと笑顔になりすぎたルーム、これもでも結構広めですね。はい、これ下げると自然に初期反射みたいな。そうです。プレートにしておきます。で今ですねブライトスイッチがオンになってるんですけども、これハムのあと箱物のギターってこともあって上げてるんですけども、オフるとらしいね。こんな感じになりますね。今ネックピックアップで弾いてるんで、これセンターで普通に弾くといいね。これめっちゃ使えるくないマジで。さっき始まる前に、実はイヤホンで聞いたじゃない。で、イヤホンで聞いた時にうわっって思ったの。本当に自分がキューボックスから聞こえてくるような音、つぶつぶ感っていうのかな。普通ねこういうものについてるイヤホン端子から聞くとペラッとした感じ。わかります。それがね、いやよくねこのヘッドホンプリとかも相当いい感じで調整されてると思いますね。ヘッドホンちなみにこちらからさせまして、ヘッドホンの音量をここで調節する感じになってます。もうどんどんいきましょう。じゃあミッドブーストオン。おい。こういう感じですね。やっぱりポコッとしますね。そうですね。ミッドブーストオフにして今ロックだったんですけど、ジャズに切り替えます。ジャズ。はい。ジャズにすると、そのロー感が失われる。そうですね。実機についてるこのロックジャズのそれもここもしっかり模してる感じだと思いますね。なるほど。ジャズでドライブいきますね。でロックでドライブは？はい。もう一度ジャズでドライブにしてください。ブリッジピックアップで弾いてみますね。これでミッドオンに。これでミッドオン、ジャズでミッドオンですね。いいな。で、あと広域をですね、ブライトで上げるか、もしくはこのプレゼンスで調整するか。今これプレゼンスってどれぐらいになってる？今12時。12時。一度じゃあ、プレゼンスをゼロに1回。ゼロに。はい。一回振り切ってもらって。振り切ります。ちょっと痛くなるかな。なるほど。じゃあ一回ゼロにしてブライト上げます。僕の印象は、一度ブライトをオンにした状態で、自分の使われる楽器でレンジ感をこれで決めればいいかなと。なるほど。シングルコイルだったら、レンジ感がどうしてもそのエッジが出てくるんで、ブライトはオンにしたまんま、こいつでレンジを広めたり縮めたりとかするっていうような感じ。まだね、触れてないところあるじゃないですか。キャビネットですね。これがまたね、変わるんですよ。クリーンで一回ちょっと聞かせてください。
レボイ。なるほど。レンジが広くなってるのかな、やっぱり。パリッとし始めるイメージあります。これが今 2×12。2×12 ですね。これ一発だとエレクトロボイスって組み合わせか一発で使うのが多いんですけども。今度 4×12。これを本当に仕事で使った時に、ライブで使った時とかでも、小屋の状況に応じて変えれるぐらいのその微妙な感じのレンジ感の変わり方ですね。この状態で、これありなんだよね。そうパリッとしてくれる部分があって張りが出てくれてるんで、あえてブライトを入れなくてもノーマルの感じでいろいろ。いや、いいですね。でもこれ結構皆さん今の学びポイントですよ。このキャビネットの張り感があるキャビネットスピーカーだからあんまりブライトはいらないかなっていう。ここでですね、入力のこのレベル、ローっていうちょいプッシュ、あとハイっていう割とこうプッシュして入力してくれるっていうことができるので、そしてセンドリターンがありまして、ここに好きな空間系エフェクターだとかそういったものを差し込んで、このセンドリターンですね。もう全部乗せじゃないですか。全部乗せ、もう使うこともできます。幕の内ペダルですね。本当に。じゃあ正樹さん、もう一本ギター今日お持ちいただいていて、これ74年のテレキャスターで、これをダンブルっていうものにさせたらどうなるんだろうなと思って。いきましょうか。入力をブーストしてない状態でまずいきますね。いい音、70年代のテレキャスの音がする。そうなの。今日ね、思いつきでダンブルっていうものに突っ込んだら絶対良くなるだろうなと思って。これで入力をローちょいプッシュしてみました。ちょいプッシュ。どうでしょう。やっぱりだいぶこうパワフルになるね。そうですね。エフェクターとかでね、こう音量をこうプッシュしてあげて、アンプに食わせるみたいなのがここでスイッチだけでできるっていう感じですね。もう一回ちょっと上げた状態で弾かせてくださいね。これは便利。要はボリュームを下げても、妙に作られた感じがしないんで、なんかトレブルブースターみたいな感じで、前段にそれがあるっていう考え方をしてもらっても構わないかな。これでまだローなんで、ハイにするともっと突っ込んできますね。ほら、これ絞った状態でこれだもん。これクリーンでももちろんこう変わりますけど、こうドライブにした時のこの突っ込み度合いやばいですね。やりすぎですよ。すごいね。楽しくなって押しちゃったけど。ここまでなるんだ。最後にですね、正樹さんと今音を作りました。いやもうテンションずっとちょっとなんか動画の撮影なのになんか自分がこんなに楽しんでいいのかっていうぐらいなんか手前にプッシュする、ブーストドライブペダルを置いておりまして、今オフになってるんですけれども、途中にオンにしてみましょうか。はい。
これかっこよすぎません？オンにした音。そう、フロントだけなんだよ今。でボリュームコントロールでここまでこうリニアに反応してくれるっていうのは、これの特徴も出つつ、アンプの良さもちゃんと出つつ、そうですね。どっちもこう助け合ってる感じがするね。はい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 。おまけ的な感じで、シンプリファイアー X、こちらですね、今日紹介したねこのダンプリファイアーの前に出てるモデルなんですけれども、それ気になるじゃない。いやそうで正樹さんがちょっと弾かしてよっていうお言葉いただきましてはい、ちょっとね弾いてみようかなとつまみがめっちゃあるんですけど、まあこれねちょっと改めて動画やります、深掘りの動画やるんですけれども、こっちにマーシャル系かな、そういうスタイルのアンプと、フェンダー系のアンプみたいなのがこう2つ立ち上げることができて、なのでダンプリファイア2個分のつまみがここにあるのでこんなにギュッとしてるんですけども、基本的にやれることとかは一緒です。はい何この感じ。いやこれねまたこっちとは違うもう素直な魅力が、いわゆるフェンダーとマーシャルだよね。そうですね。本当に 6L 管と EL34 管っていう感じ。しかもこれでこうやって切り替えられるっていうのが、もうアンプだよね。そうですね、アンプ2個切り替えてるようなもんですからね。そう自分の耳に合うものを選んでくれたらいいかなと思います。そうですね。はい、というわけでダンプリファイア紹介させていただきました。正行さんどうでしたでしょうか？素敵、忖度なしにいいです。PA からこの音が出るっていう感覚なんで、いやちょっと驚きました。ですね。ここまでのクオリティだと思ってなかったです。今回の動画良かったっていう方はぜひチャンネル登録、高評価、そしてハイプもね最近よろしくお願いします。コメントもお待ちしております。お待ちしてます。正行さん今回もありがとうございました。とんでもないです。素敵なツールを弾かしてもらってありがとうございました。テンション上げ上げになりました。ですね。ありがとうございます。それじゃあ皆さんまたの動画で。